ご視聴ありがとうございます。フレームワークスです。今回制作していくのは以前ライブ配信で素組みしたエントリーグレードのストライクガンダムです。大幅な改造は行わずに少しだけディティールアップして制作してみました。それでは回収箇所を見ていきます。まずは首のジョイントパーツからです。このパーツは裏側に肉抜き穴が開いているので、そちらに瞬間カラーパテを持って肉抜き穴を埋めています。次にアーマーシュナイダーの営利化を行っていきます。このキットは対象年齢が低いこともあって、先端は丸く刃の部分は平らになっているので、その部分を営利化していきます。営利化したものがこちらになります。営利化する前と比較するとこんな感じです。続いて腰アーマーをディティールアップしていきます。1mm プラ板を使ってディティールアップパーツを製作していきます。左右で同じものを製作するので、プラ板を2枚重ねて瞬間接着剤でちょん付けして複製しています。こんな感じで同じパーツが2つ出来上がります。作ったパーツをタミヤの流し込みタイプのセメントで接着していきます。接着剤が乾いたらはみ出ている部分をカットします。カットした部分をヤスリで鳴らして完成したものがこちらです。筋彫りも追加していきます。最初はゴッドハンドのスピンブレードを使っていきます。この部分のようなちっちゃいモールドを彫るときはスピンブレードを使うと彫りやすいです。下書きに沿ってスピンブレードの刃を当てて表面に刃を食い込ませます。反対側も同じように刃を食い込ませて彫り進めていきます。続いてはこちらの棒状の筋彫りを追加していきます。こちらはマイクロチゼルを使った方が彫りやすいのでマイクロチゼルで彫っていきます。最後に裏打ちパーツを作成していきます。映像のようにマスキングテープで型紙を作って、それをプラ板に貼り付けて少し大きめにカットしています。それをヤスリで少しずつ削っていってぴったり合う形に合わせていきます。ちなみにこちらも左右で同じパーツが必要になるのでプラ板は2枚重ねにして作っています。次に肩アーマーのディティールアップをしていきます。こちらには下書きの部分に 0.1mm プラペーパーを貼り付けて段差を作るような形でディティールアップしています。映像ではタミヤの流し込みタイプのセメントを使ってるんですが、 0.1mm プラペーパーだと溶けすぎてしまって表面がよれてしまうので、溶着タイプの接着剤はおすすめしません。脚部のパーツには筋彫りを追加してディティールアップしています。筋彫りのデザインのイメージはパーフェクトグレードのストライクをイメージして筋彫りを彫っています。
次は、スリッパの底面の肉抜き穴をエポキシパテを使って埋めていきます。パテが硬化したらヤスリでやすって表面をならしていきます。足の甲のパーツにも筋彫りを追加しています。ちょっと白飛びして見にくくて申し訳ございません。同じように膝パーツにも筋彫りを追加しています。フロントアーマー前面部分も筋彫りを追加しています。最後に胸部走行の筋彫りです。今回行った回収はこれぐらいになります。続いて使用した塗料を紹介していきます。主に使用した塗料はこちらの4本です。左からコバルトブルー、MS ホワイト、サザビーレッド、4番イエローになります。今回は簡単に仕上げようと思っているので、サフなどの下地は拭かずにプラに直接拭いています。赤色のパーツだけディティールアップによって白い部分が混じっているので、色ムラにならないようにピンクサフで色を統一してから赤を拭いていきます。ピンクサフの上からサザビーレッドを拭いています。今回サザビーレッドを初めて使ったんですが、結構明るめの赤に仕上がったので、実際もしサザビーを作ることがあるとすれば、私は多分このサザビーレッドは使わないかなと思います。青のパーツにはコバルトブルーを拭いています。白のパーツには MS ホワイトを拭いています。 MS ホワイトはほんの少しだけグレー味のかかった白になるので結構好きな色です。内部フレーム色にはガイアノーツのメカサフヘビーを使っています。アーマーシュナイダーの刃部分にはショーアップのリアルクロームを使用しました。白のパーツは白とグレーのツートンカラーにしたかったので、グレー部分にクレオスの旋盤サフを吹いています。サフの使い方が間違っているような気がしますが、クレオスのグレーサフのグレー私好きなんですよね。最後にトップコートはガイアノーツの EX セミグロスクリアプレミアムを使用しました。メインカメラ部分にアルミテープを貼って、その上からガイアノーツの蛍光ブルーを塗っています。映像にはしていませんが、さらにこの上から透明の UV レジンを持ってレンズ感を表現しています。腰アーマー部分の裏打ちパーツを貼り付けていきます。貼り付けに使用しているのは布用ボンドです。最後にフロントアーマーの中央部分をカットして独立稼働できるようにしておきます。はい、ということで全てのパーツが完成したので、最後に組み上げていきます。
動画にはしていませんが、要所要所にデカールを貼っています。完成品はこんな感じになります。はい、ということでここまでご視聴いただきましてありがとうございました。今回ですね、普段あまり作らない144分の1スケールということで結構ちっちゃくてですね、苦戦したんですけれども、とりあえず完成させることができました。ありがとうございます。この他にもプラモデルの制作動画やすぐみの生配信などをしているので、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。動画の最後にこのストライクガンダムのフォトギャラリーも用意しているので、そちらも合わせてご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。